後半このディスカッションの方では、今、ご紹介があった遠山さんにも加わっていただいて、4名のパネラーの方たちと、パネルディスカッション、非常に面白い方たちがお集まりですから、相互にお話し合いが進むような形で進行できればと思っています。今日の一応テーマ、新たなアイデアへの挑戦ということで、今日これからみんなで話し合っていこうということなんですが、誰でもその新しいアイデアは、やりたいな、作りたいなっていうの、思うのは当然だと思うんですが、いざどうやってそういう新しいアイデアを出していくのか、それは今皆さんのプレゼンテーションをお聞きしてても、何かその固定観念といいますか、ある種の価値っていうか、あるいは価値観かと思うんですが、固定してしまった一つの価値観といったものを、いろんな形でちょっとその見方をシフトしていくっていうか、違うところから見て、新しい可能性とか新しい価値というのを、どんどん生み出されている、そういうことは皆さんの中でのプレゼンテーションをして非常に感じました。ここらの価値転換という話にやはり今日のこのディスカッション話の中心はそこに行くかなと思っています。まず遠山さんから先におりますけど、ちょうどお三方のああやってお聞きになってましたよね。はい。でなんていうか感想でもよろしいですし、はい、さらにここはもうちょっと聞いてみたいとか、そういう点がありましたらお三方に質問をされていくというか、そんなような形から始めたいと思いますが。はい、わかりました。質問っていうか、感想かなになるかなと思うんですけど、いや本当に想像を超えて、エキサイティングでとても楽しませていただいたんですけども、3社の方を通じて、感じたのは、ギャップっていうことかなって思いました。ギャップっていうのは要するに、期待を下回ると落胆とか怒りになったりする。だけど期待を超えていくと、驚きとか称賛になるわけですね。でまさにお三方のお話をお伺いしていて、そのいい意味のギャップっていうことをすごく感じました。ちょっとありえないよねっていうような、行政なのにここまでやるかとか、オペラなのにこんなことみたいな、そういうちょっと普通の人が、想像した、でもなんかありそうかな、もう一歩もう二歩超えていくような感じっていうかな、やりきってるところみたいなのがすごいいいですね。なんかね、やっぱ自分のそのギャップっていうのは、その思考だとかカルチャーとかを超えていろんなことをぶつけ合うことで、きっとまた新しいことが生まれてくるのかな。ジョーンズさんの、バーでやったオペラ等についてもあまり時間をかけないでやったというお話を聞いてて、面白いな。2つともものすごく、大きいプロジェクトであったり、あるいは、本来だとすごい長い時間計画を立てて、こんなことあったら困るなとかいろんなこと考えて結局何もできなくなる場合もすごくある、そういうこのスピード感みたいなものをすごく感じたんですけれども、そこらはサンジェスさんもジョージさんもいかがお考えですか？そのかける時間っていうか、計画にかける時間。Yes, you have to have a different approach to planning. I mean, you have to have an approach to planning that is absolutely disciplined about time. And I mean, I opened the Sage Gateshead was a big Norman Foster building, which I opened in my last job. And at the point that we'd announced, we left announcing the opening date as late as we could, because I was absolutely determined that we wouldn't announce more than one opening date. There are projects in England that legendarily announced about 6
opening dates in succession. And I was determined we would only announce one. So up until the point where you announce the opening date, you have all the power and all the control. At the point that you announce the opening date, the power passes to the contractor, to the person doing the building. And from then on, the discipline inside the company simply was, we have to achieve everything in this period to opening that's possible, and anything that cannot be achieved in this time, we should just put to one side. We shouldn't allow ourselves to be distracted by things that we want to achieve but can't be done in the time frame. And when you get used to that way of thinking, it becomes, I think, a really good and valuable discipline. And if you do it right, the end result doesn't suffer from it. やはり今の時間の話、時間イコール意思決定の話とも思いますよね。だからポップアップのようなちっちゃくなればなるほどやっぱりそういうことがやりやすくなるので、よりユニークに力強いものになってくる。コンピューターでいうと昔、分散化みたいな言い方ありましたけれども、どんどん今個人の時代ですし、単位をちっちゃくすることで、時間も短く意思決定も短く、だからユニークなものができてくるっていう、そういう風潮はなんかどんどんあると面白いなって思いますね。さっきのその意思決定とか時間の話も含めて、ファンさんなんかは、どちらかというと今最終的には美術館というものができて、もう少しこう時間的にも長期的にこう関わってこうっていう立場にはなってるとは思うんだけれども、さっきのプレゼンテーションなんかお聞きしてると、やはり街で、いろいろなそのいわゆる芸術のための空間じゃないところでいろいろプロジェクトも主導しておやりになってきてますから、そういった時ってこう即座に判断しなければならないとか、これやっちゃえっていう勢いでやっちゃうこととか、そういう経験っていうのはその台北の街を使っていろんなプロジェクトをおやりになった時にご経験ってあります？そうですね、先ほどもご紹介をさせていただいた違法建築の事例なんですけれども、あれも、革新派みたいな活動で、でもその違法建築は悪いこととして考えないで、どうしてあちこち台北はそんなにたくさんの違法の増築があるかというふうにもう一度考えて、もしかしてそれは本当に生活に必要ではないかというようなところからやり始めたんですね。でその時も、もしかして警察が来て何かになるか、そのグレーゾーンを見ながらやっていました。仕事なんだけれども冒険しながらやっているような感じですね。そしてさっき時間の話はあったんだけれども、美術館ができる前は全ての活動がポップアップですね。もうその空き地とか、あと再開発を待っている間に、いわゆる時間の狭間と、あと都市の空間の中の狭間の中で活動してきました。で逆に今から美術館としての活動をやり始めて、すごい悩み始めたんですね。ずっとその空間があるから、もっと長期的で、そして続いてやることがこれからの課題となります。僕自体はファンさんのその違法建築のことはやっぱりお聞きしてて、すごくワクワクというか、そういうふうにしてたんだけど、その時に基本的になぜ、違法というのは、普通のカテゴリーの中では違法建築なんでしょう。その法律から見た時には違法だけど、現実においてなぜその台北でそんなにいっぱい違法建築があるのかっていうと、結局人が求めてるっていうか、そうせざるを得ない。でこれは
ジョーンズさんだったかサージェントさんの話だったかのユーザー、結局ユーザー本位というかユーザーが何を求めてるのかっていうところにそのユーザーっていうことをもっともっと広くねそのオペラハウスにいらっしゃる方が、自分たちのユーザーというよりはもっと本当に街全体、人全部が、ユーザーだと考えていって何かいろんな発想をお考えになってんじゃないかなというふうに思ったんでそういうユーザー本位の視線というかそういったものは、そのジョーンズさんお持ち、強いでしょうか。Yes, I think historically, I think as a company, we've not been as user-centric, so to speak. We have been very focused on we do things one way, and you come and experience the way we've always done things. What we are experiencing as an industry is that fewer and fewer people subscribe to opera, to symphony, to ballet, to theater. Fewer and fewer people purchase subscriptions. In our case, when you subscribe, in some cases you are subscribing to shows that are happening 18 months later. And increasingly, people don't know what their schedule is going to look like, and they're not necessarily interested in committing to a subscription. So for us, one of our big challenges is how do we build relationships with single-ticket buyers, people that may come once to an opera and hopefully come back again and again. Right now, we have a very typical rate for the United States, but only 16% of people that come to an opera in one season come back to a second opera in the same season or in the subsequent year. So 84% of people don't come back in the next couple of years, and that's pretty typical for most classical arts organizations in America. So for us, it's really thinking about, I think we have to shift to be more user-centric because we need to figure out what is of interest to people. How do we build these relationships? If you're not coming to the opera 10 times a year, how do we make you feel that connection, that love for us in the same way that you do for other things in your life? So while you're at the opera, if we've been successful in getting you to come to the opera, we try to enhance that experience, making it more of thinking not just what's on stage, but from the moment you enter the doors, we try to improving our food and beverage offerings. One thing I do is something called open curtain intermissions, which we lift up the curtain at intermission, and myself and another member of our production team, we narrate what's happening on stage as the set is changing, and we take questions live on Twitter from the audience, which is a way, again, of sort of breaking down those barriers and making people feel like this is somewhere that's more accessible. And more often than not, the questions we receive are not about the set that's happening behind us. They're about opera or about the show they've seen or just in general. And so it's a nice sort of open forum. And so social media has been very useful for us as a way to build relationships and engage people beyond when they come to the opera house. But it's a challenge we're all sort of having to face. And so, that was part of what I wanted to impart in the presentation was that rather than just doing what we want to do, we really need to design our experience for the audience we're trying to reach, and it's about them, design it for them. And that's been a big shift for us mentally as an organization, of not just expecting that people will come to what we think they might like, but really talking to them and getting a better sense of what they might like. ありがとうございます。そういったことだとサージェントさんおやりになったルミナートフェスティバルなんかだとああいう巨大なね、発電所の本当に大きな巨大な空間の中に、いろんなその、ジャンルの表現というものをいっぱい詰め込んで、なおかつその若い子たちも関心を持つような、そのものも入れていく。そしてさらに、食べ物っていうか食というものもあの中に組み込んでいくから、なんていうんでしょうね、そのある美術
館に美術展を見に行くとか、あるコンサートホールにコンサートを聴きに行くっていうだけじゃなくて、あの巨大な空間の中にいろんなものが入っているから、その単体に行く方だけじゃなくて、それが混じっちゃうっていうかね。だから多分発電所使ってるから、あの建物にとにかく惹かれて、とにかく行ってみようという人も出てくるんじゃないかなと思うので、そこらのそのこう固定したジャンルみたいなものもかなり、その意識的にサージェントさんを超えようとされたんじゃないかなと。もう本当に広い意味での、そういうアートユーザーというか、さらにもっと広く、都市に生きていて何かワクワクした体験をしたいなと思ってる人に対してもう全てこのドアを開いちゃうと、そういうことをおやりになったんじゃないかなというふうに思ったんですが、そんな感じでよろしいですか。Yes, you are. That's exactly right. But I would just say, it struck me when Kristen was talking, there's in my mind, quite an important division here. I think arts organisations, arts institutions, arts festivals, broadcasters, we have a responsibility in some element to lead taste, to lead the public into unfamiliar areas. If we simply give them familiar things all the time, we will all be out of business in 20 or 30 years' time. So I think there's a slightly schizophrenic balance. I think Kristen's exactly right that you have to remove every possible barrier you can, and I absolutely get that unfamiliarity thing, and I used to have the same thing. I used to pick the activity that I thought would most promote from anything I'd ever experienced in Britain, and it was dog racing. I'd never been to a dog race in my life. So I used to try to imagine what it would be like and how I would behave and how I would be expected to dress and all those things. And I think all the work, and I've heard these wonderful stories of San Francisco Opera before, all they've done to break down the barriers that surround people's impressions of operas are terrific. But I also think we have to be at the same time moving the public forward, opening their ears, their eyes, their brains, their minds to new kinds of opera, to fresh composers, to new compositions, to all of those things. And I think occasionally, San Francisco Opera don't do this at all, but there are people who take the notion of removing the barriers simply to the ultimate conclusion and only ever present the simplest, most popular, most familiar culture. And I think that's absolutely dreadful. I think those companies will be out of business in 20 years' time. If I may add, I should mention too, San Francisco has a tradition. We're commissioned more new works of opera than any other American company. It's a real hallmark of what we do, and so I agree, to be clear, while we try to eliminate barriers and listen to people about what they might want or need in their experience from an artistic perspective, I agree it is our challenge to not only produce the La Bohemes and the La Traviatas and the more commonly known titles, but also do new works. We have a new work, for example, this fall premiering called Girls of the Golden West by an American composer named John Adams, who did Nixon in China, and a variety of other symphonic works and operas. He's probably the most well-known American composer living today of opera. And it's all about California in the gold rush times, but it's a very contemporary story in the sense that it's a story about immigration and people discovering, going and being willing to take risks to go somewhere and experience new things and build a better life for themselves, which is a very topical conversation in America right now. So it's absolutely true that we have to find a balance of giving people the sort of experiences that they want, but artistically helping to curate and guide them in what we think are sort of exciting new avenues. 先ほどセレントさんとジョーンズさんの話の中に観客とオペラあるいはフェスティバルの間のバリアを取り除くという話はありましたけれども、それはちょっと共感を得ました。
もちろん領域は全然違いますけれども、台湾ではその建築あるいは都市に対する皆さんの関心は非常に少ないですね。そのバリアを除くというよりは皆さんの意識を呼び起こすことが大事で、無意識で無関心で自分の生活環境がどういうふうになっているのは大体の人はあんまり気にしない。でそれがうちのその観客とのバリアじゃないけれども、その観客を、どういうふうに観客に多くの観客を作ることがうちの使命になりますね。はい。そういう意味でもなんていうんですか、先ほどからいろんな議論が出始めましたけど、人をなるべく呼んでくる新しいなんていうんですかね、試みっていうか、それは、注目も浴びるし、人の目が行きやすいところだけど、自分たちが一体何のためにそれをやってるのかっていうのをあんまりこっちが成功しちゃうと、その本体っていうか、中心にあるものっていうのを、忘れてしまうと、何のためにそれをやってるのかが分かんなくなっちゃう。そういう意味ではファンさんなんかもその美術館というものを、その核として、できたってこともなんか、次の可能性っていうか、その自分のその本体というか、オペラハウスであったりなんなり一つの自分の本拠地を持ちながらその外とやっていくっていうのはすごく健全な動き方なんじゃないかなと思いましたけど。それでちょうどオリンピックの話が出てきました。日本といいますか、東京で2020年、オリンピック・パラリンピックが行われて、そこに向かって、いろんな形でその文化関係のプロジェクトといったものもこの街で進んでいくことになると思います。そもそも持ってる価値に足を踏み入れて、こうだと思ってるものをちょっとこういうふうにしてみようというような、新しいその提案っていうのは、なかなかその、通りにくいというか、はっきり言えばその反対者とかあるいは抵抗とかいうことも実はたくさんあるのではないか。もちろん今日のプレゼンテーション非常にも面白いところだけを見せていただいてるんですが、あれを本当に実現するためにはかなり皆さん苦労なさっているんではないかと、そこらのところでそういうさまざまな抵抗とか反対っていうのを乗り越えていくためには何か皆さんそれぞれ考えてるポイントっていうのはありますでしょうか。まずこれサージェントさんに伺いたいです。Just a quick thing about money first. Money isn't always the answer. It's easy to say this is a complicated problem, it needs a lot of money. The opening ceremony of the London 2012 Olympics, I think for the first time in Olympic history, we commissioned not an event producer but a filmmaker, Danny Boyle. The point about that was the vast majority, 99%, much more, of the people who experience the opening ceremony worldwide experience it on their televisions, they don't experience it live. So that simple decision to put creative charge of the Olympic ceremony, the opening ceremony, to somebody who understood that he was making a film, he wasn't creating a live event, and then the live event had to feed the film. So that wasn't about money, that was just about getting a decision right. Something I just wondered whether to pick you up on this earlier. I mean, I think in these situations, you said, I think if my translation's right, you said, you say to people, I think this and I think that, I think the other. Sometimes in these situations, you have not to say, I think. You have to say,
this is a fact. And I know facts, after the events in the autumn in the United States, are in slightly complex status of facts. But I think it's very important that in these discussions with government, you, whoever, there will be somebody in the room who has the specific professional knowledge to know that this won't work and that will work. And I think it mustn't be expressed as an opinion. I think where things are clearly facts, you have to express them as facts. And you have to be insistent. And I think that every government, and your government is no different to any other, governments all over the world are full of people who think they know the answers to everything and don't. They're full of people who prefer moving slowly to moving quickly. They're full of people who don't want to take personal responsibility for any decisions. They're full of people who simply want to do something that will further their career tomorrow. And every government is like that. All governments have that characteristic. But in those governments you will find visionaries and people who think that Tokyo in 2020 can be the most extraordinary experience on the earth, and will listen to people who've got the answers to how to do that. So I think whenever you're in those rooms and those kinds of discussions are happening, you must take your courage in both hands and look people in the eyes and say, this won't work, that will work. I would agree with that completely. For us, I think a lot of it is, as you can imagine, like I said, opera's been done the same way for hundreds of years, and we've done it the same way for almost 100 years. And so I think that there's a tremendous amount of value in sort of leaving your ego at the door when you start having conversations about change, and listening to people's concerns first, even if ultimately we don't do what they want to do and they're not going to like the change that's being suggested. I think it's critical to have those conversations, essentially almost a therapy session where people can voice their concerns, their questions, and then be able to move forward. Because half the time that can derail, I think, conversations and plans, is that people just don't feel like they've been heard. And so you start with that first point of listening to concerns and objections. We've been listened, reflected upon, and then we can move forward and address the ones that needed to be addressed, and the ones that can't or won't, we move on from. That's that part of that empathy around design thinking is really about listening to people. The other thing I would say, again, I would agree, being insistent on facts, is knowing your goals, is not just doing something. Know once you're going in that this is the goal we're trying to achieve, and what can we do to support that goal and get to that place. I think often there isn't a clear goal in mind other than we need to do it, and that's not a goal. The goal should be, we want to be the most exciting force of around the world in terms of arts and culture in 2020, that there will be no place on earth that is more exciting than Tokyo. If that's your goal, well, then that's the first point where you can start aligning the different spokes of your strategy towards making sure that you reach that goal. And then again, knowing the facts, knowing that what you are, what is capable, what is not, and making sure that that informs the decisions that you're making. Just say one sentence, only one sentence. What's common to this is these decisions are not about management, they're about leadership. ちょっと違うかもしれませんけれども、私たちの活動をやってきたそのプロセスの中で最も難しいこと、あるいは批判される、あるいは抵抗されることはやっぱりうちの親会社がディベロッパーということですね。どんな非営利の活動をしても必ず、お前らは商売のためにとかアートを利用してるとか、あとここでイベントをやったらジェントフリケーションの問題とか非常に批判されるんですね。その時はすごく落ち込んで、自分のやってる仕事は合ってるかどうか、果たして、この世界、この社会に貢献できるかをいろいろ考えて、自分の中でもいろいろ考えていたんですけれども、でもどうしてその批判を浴びながらあえて
今の活動をしているかを、一人の社員としても考えた時に、やっぱり今までのディベロッパーのやり方はこの10年後この20年後同じことをやっていたらいいなのか、危機感あるいはその変えた方がいいという意識はあると思いますね。で台湾はそのディベロッパー、さっきも言ったように広告だとその宮殿のような、あるいはそのヨーロッパ的な建物とか、あるいはすごい有名な人を呼んで立派な建物を作るのが普通で、しかも台湾の建築教育は大学からなんです。大学以下、例えば高校生、中学校、あと子どもたちに建築についての教育あるいは考える機会がなかなかないので、うちはそういう活動を通して、一人でもその子どもの頃から、あるいは高校生の時から、学生の時代からいろんな建築の可能性を触れば、多分その人の中で自分の生活は、その今広告を売っているのと違うことを考えられるではないかと思いますね。それを考え抜けば、私も自信を持って今の仕事をできるんです。サージェントさんがちょっとね、カナダにお帰りにならなきゃならないってこともあるし、こういう話どんどん盛り上がると思うんだけど、でも会場の方からもご質問を、受けたいなと思います。多分時間的にお一人かお二人になるかと思いますが、ご質問あれば、せっかくこれだけの方が集まってらっしゃるので。今日はどうもありがとうございました。武田と申します。政府系機関に勤めておりまして、2020年のオリンピックの文化イベントにも多少関わっております。で、サージェントさんに一つご質問があります。先ほどのお話の中で、2012年のロンドンオリンピックの時に、18ヶ月前に、キュレーターの方をお呼びして、それまでのシステムを変えたプログラム作りをしたというふうにお伺いしています。翻訳、通訳ではかなり絶望的な状態にあったものが変わったというふうに、聞きましたけれども、何が絶望的だったんでしょうか、その時に。で、誰が絶望的に思ってシステムを変えようと思ったのか。で、そこにはどういったベクトルというか、どういった力が働いていたのかということについて、お伺いしたいと思います。It's a really good question. I wasn't actually in the government. I was leading a cultural institution, so I saw it slightly from outside. But about two years before the Olympiad, everybody working in senior positions in the culture sector, leaders like me, could see that the thing was heading for a disaster, and that there were no really exciting plans, there was no commissioning of new work, there were no extraordinary outdoor projects that would close half of London, there were no things that would make a huge impact, which is what you really have to do in those things. And a lot of cultural leaders simply went to talk to the Prime Minister, the Culture Minister, the Chancellor of the Exchequer, who's the Finance Minister in London, and a lot of cultural leaders really just used their individual links just to say to these people, you have to do something. This mechanism is never going to deliver a result. And there was this woman, Ruth Mackenzie, who is, since then, she's moved to Amsterdam, now she's working in Paris. But she's absolutely brilliant, and she had the sort of universal cultural knowledge in all the art forms, performing arts, visual arts, media arts. She had enormous political skills, because she'd been a special advisor to, I think, 2 culture ministers. She'd run plenty of arts institutions. And she's a very decisive woman. And everyone just said, ask her to do it. And I think a lot of different people were saying that to different people in government. And there was resistance. Yes, there was resistance at first. And I suppose you try and do, if you do those things in a very critical way, it becomes very polarized.
So if you say your schemes and your people are rubbish, get someone different, all the people who you've criticised, you immediately have set up an oppositional thing, a conflict, and that may land anywhere. So on the whole, the arts leaders in Britain were smarter than that, and they just said, look, these guys are working very hard and they're doing their very best, but time is going to run out. And not so much criticising the content of what they were doing, though actually the content was terrible, but not criticising that, simply saying to the government, and also governments hate shame. Here, I'm sure even more perhaps than in Europe. And the really powerful thing to say to the government was, you are going to be so embarrassed at the results of this, and you will be a laughing stock globally. And that was the thing I think that finally got through, that senior government people just wanted to be proud of the result. And only because I'm just conscious of time, can I say, these may be my last words, Steve. I mean, I love this city. It's an incredibly strong city, but it's also a really distinctive city, this. In Japan, nationally, you have a historic culture like no other in the world. And I think you have a real opportunity in your cultural Olympiad to create something utterly unlike anything that would happen anywhere else. And I'm sure you'll take advice from people around the world who can help you. But I just, a lot of people will be watching you thinking this could be really special. And we all really hope it is. ありがとうございます。よろしいですか。とても興味深いお話をいただきまして、私もお話を伺いながらとてもワクワクしているんですけれども、最後のサージェントさんのすごく東京オリンピックは特別なことができるんじゃないかというお話で、ちょっとここにいらっしゃるそのサージェントさん、ジョーンズさん、ファンさん、皆さんに東京オリンピックというものに向けてその文化プログラムというものが本当に手短で結構ですので、どういうことをちょっと具体的にどういうことを期待していらっしゃるのかをそれぞれお話しいただけたらと思いました。I'll give my answer and then I will go. Don't please mistake that for bad manners and rudeness. It's just I have to get a plane. I mean, what's quite interesting is where you look for examples. Don't only look at cultural Olympiads. The European City of Culture project, which has been going for the last 30 years, which picks 1 or 2 cities every year, and they call them City of Culture for a year. The Glasgow one in Scotland was terrific. The Antwerp one in Belgium was terrific. Another place, interesting place to look is the Ruhr Triennale in the Ruhrgebiet in Germany. You need to balance, I'll do this fast, but you need to balance so many things. You need to give visitors here a sense of the ancient and traditional Japanese cultures that are so special and so precious and so unique. At the other end of the spectrum, you need to give them a sense of the young energy of Japan, all the new things that are being created, the new kinds of culture, the new cultural forms. You need some big statements that will embrace the whole community of Tokyo, so the whole city feels excited and brought alive by it. You need some things that carry the seeds of long-term in the future. So you will probably want to open 1 or 2 buildings in that year and don't do traditional buildings, don't do theatres, and do special new extraordinary buildings that can only happen in Tokyo, of special kinds of Tokyo culture that couldn't happen anywhere else in the world. Most of all, you just wanted people to go away with an absolutely incandescent sense of what an extraordinary and exciting and unique and distinctive city Tokyo is. And everything about the planning of the Cultural Olympiad, I mean, it's back to your point, needs to have that as its absolutely core purpose. Hold everything up against that as a test. Will it send people away feeling really excited about our city? And if not, off the table. Will you forgive me if I now rush? I would agree with everything that Mr. Sargent said. The only other thing I think I would add is to also look
and speak to other organizations that are not cultural organizations necessarily. I do believe, as I said in my presentation, around analogous sort of research. So perhaps that means, for example, speaking with a sporting group, speaking with a university, speaking with somewhere where they too have had to showcase what makes them unique. And why is coming to see them such an interesting thing? Because I think sometimes there's just so much value in looking outside of our own area, our traditional area of expertise, and finding that there are relatable things. You know, for the opera, for example, I spoke to a soccer team in Kansas City, Missouri, which is nowhere near San Francisco, and a very different culture, but I learned so much about how they were making soccer or football a very exciting and unique experience there. And so, in addition to speaking with peers and things like that, sometimes some sort of out-of-the-box and unusual conversation, I think, can illuminate and give some very interesting results. But I would echo 100% what Mr. Sargent said. ちょっと難しくていい答えになれるかどうか分かりませんけれども、私は昔6年間ぐらい東京に住んでいました。なので2020年の東京オリンピックがどのような素晴らしいことになれるかも私もすごく楽しみにしています。で、文化的な活動あるいはスポーツ的な活動と位置づけられているんですけれども、東京に住んでた人としては私が期待しているのは日本という一つの塊の文化をアピールではなくて、日本の皆さんの一人一人ずつの個性を一人一人の、多様性、いろんな方の素晴らしさを、海外から来る人に伝えればすごくいいと思います。ありがとうございます。山さんもいい？いや、大丈夫です。でもなんか今のアンさんのともさっきおっしゃったのも少し通じてますよね。一人一人。今日はいろんな意見が出ていったけど、トーンはなんかすごく同じようなものを共有できたなというふうに思います。なんていうんですか、個人的にも去年ぐらいからですかね、日本だけじゃなくて、もう世界中でやはりさまざまな意味で価値観といったものがなんか激しく揺れ動き始めてる気がしてなりません。これまではこういう考え方からすれば、全然こういうふうに落ち着くだろうっていうふうに予測できたようなことが、どんどんどんでん返しも起こっている、そういうことが、世界中で起こっているような気がします。こういうのはもちろん危惧もあるけど、でも同時に何かチャンスでもある気もいたします。何か固定的に固まってしまったやり方とか考え方というのを、ちょうどここで、変化を起こしていく。しかも、我々の場合には2020年、オリンピック・パラリンピックというのがあって、それをさまざまな文化プログラムっていうのも多分それを目的にするんじゃなくて、その2020年以降の新しい価値観を今から作っていくっていう、そこのところに我々が乗り出していくと、これからのさまざまな文化プログラムっていうのが、一オリンピック・パラリンピックということじゃなくて、我々の次の可能性っていうのを切り開いていく、そんな重要な時に来てんじゃないかなというのを今日皆さんのお話伺いながら、思うと同時に、勇気もね、もらった気がいたします。せっかく2020年のことを人ごと国とかどっか遠いところの誰かがやってくれる話じゃなくて、なんか一人一人がね、本当に何らかの形で参加できる、自分だったらどうするっていう、そういうの考えるのが一番楽しい時じゃないですか。
せっかく1億人とかいたら1億のそのワクワクをうまく吸い上げて形にしていく、そのエネルギーを国が使わない手はないと思うんですよね。そういうことでね、おっしゃっていただいたようなその多様性とか個性とかそういうことにもなると思いますし、私はさっき個人のって言ってたのは、やっぱそっちの方が、ね、エネルギーあるんですよ。やっぱり会議室でこうやってただ座ってるのと、もう一人の人のビジネスっていうのは全然エネルギー違うんで、それをうまい具合にその文化プログラムっていうのに、しかも別に自分踊れなくても歌舞伎できなくても絵描けなくてもできることってあるはずだと思うんですよね。プレイヤーだって、スポーツのプレイヤーって応援があるからあって無理してでも頑張れるみたいなこととか、応援っていうのも一つの参加の仕方かもしれないです。で、応援の仕方も一人一人違うかもしれない、できることが違うかもしれないし、なんかあると思うんですよね。そういうことをみんなでまとめてワークしていけたらと思います。本当に我々が自分事としてこれを捉えて、楽しんでいくっていうか、そういうことかなと思いますので、それでは、長い時間でございましたが、ありがとうございました。